今日は手裏剣の中でも重量のある重量剣、重い手裏剣です。こういったものを使って遊んでみようかなと思います。一口に重量剣、中量剣、軽量剣と言葉として分類はするんですけれども、じゃあ具体的に何グラムから軽量剣なのか、何グラムから中量剣で何グラムから重量剣なのか、こういった決まりというのはありません。ですが、およその目安で、50g 以下ぐらいのもの、この辺りが軽量剣で、その 50g 付近の重さになってくると、そこから 70g 未満まで、この辺もそうかな、この辺は中量剣と呼ばれます。この辺りもそうかな、 70g 未満ぐらいを中量剣、そして 100g 未満、この辺りも一応そうかな、この辺りが重量剣、重いものと重い手裏剣と呼ばれています。この目安っていうのは先ほどもお話ししたように特に厳密に定められたものではありません。ですのでやはりちょっと曖昧なところもあります。パッと見て、じゃあこの手裏剣は中量剣でしょうか重量剣でしょうか、こういう少し曖昧なものがあります。これもね、多分ものとしては 65g、70g ないぐらいなので、中量剣と言っていいんだとは思うんですけれども、分類する人によってもちょっと違ってきます。ただ重いものでも 100g 未満ぐらいまでが、重量剣と呼ばれてます。ちなみにスローイングナイフなんかは 100g を余裕で超えてきます。重いものだとね 300g、400g あるものを平気で投げてしまう人もいる。それに比べるとやはり手裏剣というのは、ある種同じ投擲武器、武器と言っていいかわからないですが、投擲武器と考えるとやはり重いと言われるものでもナイフなどに比べればかなり小型、軽量ということになります。手裏剣という名前が示す通り、手の裏というのはこの内側のことですね。手の裏にある剣なので、手の裏に隠して使えればベストと。これがそもそもの手裏剣という言葉の語源であったりもするので、隠せるように、例えばこの大型剣だとこれなかなかね、隠そうと思うとここまで来ちゃうので、なかなか隠そうとすると難しくなってしまう。これぐらいだったらギリギリ隠せるかな。これ21センチぐらいの長さなんですけれども、つまりあまり大型のものではなくて、手裏剣という言葉そのものが比較的軽量小型のものを示すと。その中で重いもの、それから軽いもの、そういった分類を作っていると考えていただければよろしいかと思います。私がね、これは自分で削って作ったもので21センチの長さにしてあります。21センチ、同じ素材で作ったもの、長さはこれ同じで作ったんですけれども、例によってちょっと調整をしたのと、こちらはものすごく大きい巻物をつけてみました。ちょうどドライバーの形でしょうかね。もうちょっと実は大きくしてみようかなと思ったんですけれども、ちょっと実験的にこんなことをやってみました。イメージとしてここをちょっとボールのように大きな膨らみを持たせて、そのボールを投げるようなイメージ、そんなイメージで作ってみました。それと合わせてこれがね25センチで作ったんですけど26センチになっちゃいましたけれども、棒手裏剣の大会があってルールの上限ギリギリで作ってみようと。
ルールがあるんだったらそこをギリギリ攻めたらどんなものができるんだろうかと思ってちょっと作ってみたものです。これはね全部同じ素材を削って作りました。で切っ先の方が削ったままだとこう銀色になって若干こう錆が出てくるので、自分でね黒サビをつけて、錆止めの意味でちょっと焼き付けて黒サビを作ってみたものです。この辺りをメインに今日は遊んでみようかなと思います。1センチの巻物をしたものから作ってみます。こちらですね。で次にこのちょっと大きい巻物5センチ26センチの手裏剣、この辺りを今日は呼び分けていきますが、まずは普通の巻物を作ったもの、これは自分でバランスをある程度調整したんですけれども非常によく刺さります。そして大きい巻物を作ったもの、これはこの巻物主体で投げられるように、打つじゃなくて投げられるように作ってみました。そして25センチから26センチの非常に大型のもの、フォームがいつもより違うと思っていただけるとちょっと嬉しいです。長いもの大きいものを打つ場合ほんの少しなんですけれどもいつもとフォームを変えてます。軽い手裏剣、これだと比較的早く打てるんです。モーションが小さくて速いモーションで打てる。つまりこれぐらいのスピードで打てる。それに対して大型の手裏剣21センチの手裏剣でいきます。少しここで若干なんですけれども時間がかかります。小さくて速いモーションで打ちたいなと思ったら軽い手裏剣を選んだ方が速いです。大型の場合この振り上げてから下ろすまでのなんていうのかな、調節が取れる間が空いてしまう。戻ってくるまでにほんの一拍なんですけれども時間が空いてしまいます。これは大きくなればなるほど顕著。重いものの方がやっぱりモーションが大きくゆっくりになります。軽いものの方が素早く打てますので、やはり手裏剣でもああいったことは起こります。重い手裏剣の場合はよりこの重さを感じてほんの少しなんですけれどもね、一拍間を置くと比較的打ちやすくなります。もちろん勘違いしてほしくないのは、じゃあ軽い手裏剣だったら手だけでも軽くビョンと投げればいいかと、それでも刺さりますが、できればこういう重い手裏剣を打つときに必要だった重く体を使う感覚、それを持ったまま軽いものを重く打った方が結果的にはよく刺さります。持っている手裏剣が重かろうが軽かろうが同じフォームで打てることがベストなんですけれども、まずは一つのコツというか考え方として、やっぱり重い手裏剣の場合だと一拍空いてしまうというか、その一拍の間があることで打ちやすくなります。重いものでも。なぜ今この重量剣を試しているかというと、重いものを打つのが目的ではないんです。長さ、これをちょっと試したかったんです。私はこの長さとかそれから重さ、
かなりこういろいろ使えるようにいろいろ自分でも作ってみたし、いろいろ買ったりもしてみました。なぜかというと、手裏剣の距離を伸ばしたかった、直打法の距離を伸ばすために、この手裏剣自体の長さを長くしてみたかったんです。3剣とか4剣で打つ分にはいいんですけれども、例えばこれが10剣とかそれぐらいの距離になった時、短い手裏剣よりも長い手裏剣の方が伸びがいいと、こう考えたので、少し長い手裏剣を使ってこの距離を伸ばしてみようかなと考えたことがあって、自分の打ち方だとかそういったものに合うものをいろいろと模索しています。最近ね、この手裏剣自体をちょっとこう手を加えるってことが一頃に比べてちょっと減っていた、打ち方の方ばかりやっていたので、そろそろまたこの手裏剣に手を加えて、より遠くに届くような手裏剣を作ってみたいなと。より遠くに、もしくはより安定をして刺さるものがちょっと作ってみたくなったので、また重さであったり長さ、こういったものを試行錯誤するために、今日はちょっと長くて重い手裏剣を試して遊んでいます。ちなみに25、6センチぐらいの長さになると、これ今直打法です。直打法なんですが、かなりこう乗る時間が私は長くなってしまうので、これぐらいになるともういっそ反転打法の方が刺さるっていう人もいます。今反転打法を使いました。大きい手裏剣を使うメリットの一つなんですけれども、これね、ぜひ大きい手裏剣を使った方、買った方というか手にした方は試してほしいんですけど、上からもいいんですけれども、下からすごく打ちやすいんです。大きく重くなると下から使いやすくなる。これはね、ぜひ試してみてほしいです。この下からの打剣って意外と難しかったりするんですけれども、これをやってるとね、手の内がすごく良くなるのでおすすめの練習です。手裏剣を大型化させてみた人は一度試してみてください。よく刺さると思います。というわけで今日は重量のある手裏剣、重量剣、重さのある手裏剣ですね、こちらを打って遊んでみました。途中で話したかもしれないんですけれども、こういった重い手裏剣、これを打つとどうしても少しモーションが大きく遅くなってしまいます。ゆっくりになる。ただ一つの考え方なんですけれども、軽いものを重く使って重いものを軽く使う、こういった考え方を生かすと非常に面白くなってきます。例えばこういった軽い手裏剣、これを持つときに軽いからといって手だけで打ってしまうのもいいんですけれども、あたかもこういう重いものを持っている時のようなモーションでしっかりとこの重さを体が支えるようにして打つ。そうすると軽い手裏剣でもあたかも重いものを飛ばしたかのような非常に威力の強い打剣ができるようになったり、その逆にこういった重い手裏剣でもなるべくその重さを感じさせないように、この重いものをよいしょと振るのではなくて、まるで軽いものを打つように、もちろん重さは体で感じながらですけれどもね、軽いものを打つようにこれを打つことで
この重さを感じさせずにこの剣が軽々と飛んで、ただし的に当たる時には当然この重さとスピードがありますので、ドンとその重さが現れるような、その瞬間、的に当たる瞬間に重さが現れるような、そんな打剣ができるようになったりもします。実際にそういった打剣を目の当たりにしてきました。ちょっと矛盾するような考え方なんですけれども、軽いものを重く使って重いものを軽く使う、これができるようになると非常に面白くなると思います。こんな形でいろいろと試して遊んでいますので、もし何か気になるようなことがありましたら気軽にコメント欄に書き込んでいただければ対応させていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。